毎日お仕事お疲れ様でございます。ゆうちーチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しております。よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。今回はですね、車好きならぜひ一度は行ってみていただきたいおすすめスポットに行ってまいりましたので、そちらを紹介させていただこうかなと思います。今回紹介させていただくのは愛知県長久手市にあるトヨタ博物館になります。こちらの施設はですね、皆さんご存知でしたでしょうか？中には行ったことある方もいるんじゃないですかね。トヨタ博物館ではですね、世界の車、文化とその歴史、時代背景などを学ぶことができる施設となっております。施設内はですね、車館と文化館と大きく分けて2つのエリアがありまして、車館ではですね、世界の代表的な車両を約140台も展示してるんですよ。ガソリン自動車誕生の時代から現代に至るまでですね、車の歴史を見ながらたどることができます。文化館の方ではですね、ポスターですとか自動車玩具、カーマスコットなどの自動車関連の文化資料が約4000点も展示されてるんです。営業時間はですね、午前9時半から夕方の5時となってまして、定休日は毎週月曜日が定休日となっております。入場料はですね、大人は1200円となっていました。最初はですね、ちょっと博物館で1200円って、ちょっと高いんかなと思ったんですけど、いざね、実際入場してみると、個人的にはかなり楽しめたので、お値段以上に取りって感じで、結構ね、お得かなと思います。またですね、中高生、シルバーですとか小学生などはですね、年齢によって料金に若干の違いがあります。あとですね、各種割引サービス等も行ってますので、そちらの方は詳しくはですね、ホームページ一度覗いてみてください。それではですね、館内の様子も簡単に撮影してきましたので、よかったらそちらもご覧いただければなと思います。車間ではですね、ゾーン1から始まって、最後はゾーン13までの展示車が並べられています。自動車がですね、初めてできた頃の様子から始まって、進んでいくにつれて、どんどん新しい車両になっていくみたいな感じですね。僕はですね、クラシックカーよりも、どっちかって言ったら、自分が生まれた1980年代とか、そのあたりの車の方が結構ね、テレビの映像とかでも見てましたので、懐かしくてね、興奮したんですけど、一緒にいた妻はですね、結構ね、クラシックカーが本当良かったみたいで、終始ですね、この車かわいいとかですね、この色合い好き、このデザインが好きみたいなね、今でもこういうデザインの車あったら私欲しいみたいなね、そんな感じでね、結構楽しそうに見てましたね。でですね、うちの妻みたいに車の知識がほとんどなくても全然楽しめる、そういった施設だと思いますので、お近くの方ですとかね、もし愛知に遊びに来られた際は、ぜひ足を運んでみるのもいいんじゃないでしょうか。近くにはですね、ジブリパークもありますので、そちらに遊びに行ったついでに立ち寄ってもいいのかなと思います。展示車にはですね、その車の詳細ですとか、どういった背景でその車が製造されたのかとかも記載してありますので、そちらを見ながら、実車も見ていくみたいな感じでですね、とても勉強になりました。映画とかニュースなどでしかね、あまり見ることがなかった昔の車両を実車として見ることができたのは、とても貴重な体験だったんじゃないかなと思います。来場されている方はですね、若い方からご年配の方、あと意外と海外の方もね、多く来場されて見えました。当日のね、ガイドツアーも時間指定ですけど、やっているみたいですので、もっとね、詳しく知りたいと思われている方はですね、そういったツアーにね、参加されても面白いのかなと思います。事前予約の方も受け付けているっていうことでしたので、事前予約の方を取ってツアーを受けてみるのもいいかなと思います。その事前の予約ではですね、英語の通訳も対応可能みたいです。最後のゾーンにはなるんですが、最近の車たちがですね、展示されているゾーンがあるんですけど、そちらではですね、なんとレクサスの LFA の実車が展示されてたんですよ。僕はですね、正直これが LFA が見たくて、足を運んだっていうのがあったんですけど、
ですね、天使の方向と言われる3本出しのマフラー、F スポーツの頂点に君臨するオリジナルサイドエンブレムのF。で、360度、フロント、リア、サイド、どこから見てももうね、迫力があってね、かっこよかったんですよ。確かですね、世界でも500台限定で発売されてるみたいなので、かなりね、ほんと希少性の高い車じゃないかなと思います。価格もですね、やはり破格の新車販売価格が3750万という、紛れもなく国産高級スポーツカーですよね。で、内装の方もちらっと見ることができたんですけど、本当にね、カーボンと赤内装の組み合わせがね、とってもね、かっこよかったんですよね。で、できることならね、本当はね、ドライビングシートにこう、足を入れてですね、一度座ってみて、その LFA からの見える景色を見てみたいっていうのはあったんですけどね、それはね、できないですの。お手を触れないでという形ですのでね、それはできなかったのは残念だったんですけど、本当にね、すごくかっこよかったです。で、他の方もですね、僕と同じように、写真撮りまくってましたので、間違いなくね、この LFA は人気の展示車じゃないかなと思います。で、車文化資料室ではですね、ポスターですとかカーバッジ、カーマスコット、あとは車のおもちゃとかですね、世界のナンバープレートですとか書籍、本なども車関連の様々なアイテムがね、展示されていましたので、こちらもね、本当にね、見るだけでも全然面白かったですよ。で、またですね、文化館のエリアの方にはカフェですとかグッズショップ、あと体験工房などもありますので、家族連れの方でもね、十分楽しめるんじゃないのかなと思います。はい、ということでですね、今回は車好きなら一度は足を運んでいただきたいおすすめスポット、トヨタ博物館をご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか？車を見るだけでなくてですね、その時代背景から自動車産業を牽引された数々の偉人なども詳しく知ることができる施設となっております。トヨタ自動車の創業者だけでなくてですね、日産ですとかホンダですとか、もちろんトラックメーカーのいすゞとかですね、ダイハツとかですとか、そういった各自動車メーカーの偉人に関しても取り上げられていますので、これまでの自動車産業がどのようにして発展してきたのかが多角的にとても分かりやすく知ることができる、そういった施設となっていました。またですね、天候に左右されず楽しむことができるのも嬉しいところの一つじゃないかなと思います。私たち夫婦はですね、気づいたらですね、入場から2時間半も経ってましたので、本当にね、オタクじゃなくても、もう十分写真を撮りながら、いろいろ雑談しながら、過去の車、その時乗ってた時の思い出などを話しながらですね、ゆっくりご覧になってみてはいかがでしょうか。ご興味のある方はですね、ぜひ行ってみてくださいね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、参考になったよと思ってくださった方、ぜひグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もですね、よかったらお願いします。それでは今回はこの辺で失礼させていただきます。ではでは、さようなら。